すぐに見つけたら除去しないと、上の実にもしかしたらもう伝染してるかもしれないです。動画ご視聴ありがとうございます。はい、のりです。今回はですね、イチジクの病気、疫病についてお話をしていきます。今ですね、6月に入りました。今日ですね、撮影している段階ではまだ北陸地方は梅雨に入っておりませんけど、そろそろですね、梅雨に入ってもおかしくないような時期になりました。そうなりますとですね、イチジク、発生しやすくなる病気の一つとして疫病というのがございます。具体的にですね、どのようなものが疫病かということで、昨年ですね、こちらで大雨が続いた時に疫病が15アールの畑で大量発生いたしました。その時の様子を少しご覧ください。はい、こんな感じ。これひどいですね。この枝も全部疫病ですね。これもなんかこう模様がついてますよね。これ疫病になる、状態です。これが進むとこういうなんか白いね、こういう白いのが出てきて疫病。これは残念ながら裏見るとちょっとねこうなってますけど、これ疫病のなる前の状態です。これは大丈夫なんで、これもちょっとね、今はそういう模様はついてないんですけど、疫病になる可能性は高いです。ここにもね、このような状態になるんですね。疫病になる前は実の方がですね、少し黒っぽいなんか渦がついたような状態になりまして、それが続くと白いですね、粉を吹いたような状態になります。いわゆる白カビがついたような状態になります。でそれが進行すると最終的に実が落ちて畑の地面の方にもこうコロコロ転がるような状態になります。でちなみに今は青い実についた時はあのような白い粉状を吹いたような状態になりますけども、赤い実ですね、実った実にももちろん疫病っていうのが発生します。これ疫病です。疫病は表面上になってるだけなので、中は何ともないという変な言い方なんですけども、どうなってるんだろう。これ実ってないんですけどもね、アザミョにもやられてるかというそういうのではないんですけども、でもやっぱりですね、ここ見ていただいた通りね、疫病になったところはちょっと色がここなんかグレーっぽくなってますね。もちろんですね、葉っぱの方にも疫病っていうのは発生します。ですみません、葉の方のですね映像が私の方ちょっと撮れてなくて、でもどうなるかと、疫病がなると、その場合は葉の、全体といいましょうか、葉の一部がですね黒っぽくなってなんか破れやすくなるって言えばいいんですか、なんかベトっとしたような状態になります。この疫病ですね、なぜ発生するのかというお話をします。原因はですね、土中にあります菌になります。その菌がですね、ただ土中にある場合、土中にあるだけだと疫病っていうのは実は発生しないんですけども、露地で栽培しておりますと、雨がもちろん降りますよね。でその雨の跳ね返りの雨粒がですね、イチジクの葉とか実について、その時に疫病の菌を一緒に持っていって、それが疫病になるという具合になります。特にですね、この梅雨の時期、そして同じくですね、長雨が続く9月の秋雨ですね、この時期が疫病が発生しやすくなります。あとはね、この時期じゃなくても雨が3日も4日も続くような場合もやはりですね、同じく疫病が発生しやすくなります。次にですね、この疫病を発見した場合どうすればいいのか。病気になりますので、見つけた場合は速やかに全部塩害で処分してください。塩害に置いとくのではなくて、絶対に塩害で処理をしてください。疫病はですね、伝染するんですよ、病気的に言うと。で先ほどの見ていただいた映像の中でもちょっとお話ししてるんですけど、下の実からなりやすいわけですね、いわゆる跳ね返りなので。で下の実が疫病になると、その次の上の実に伝染しやすいんですよ。この実が、疫病だとすると、これはもうすぐに見つけたら除去しないと、上の実にもしかしたらもう伝染してるかもしれないんですよ。変な話、うちはこれを見つけたら上もちょっと怪しいんじゃないかなと思った場合は、両方ともここがなっていなくても取ります。じゃないと全部上の実にね伝染してしまう可能性がありますので、基本的に見つけた場合は全部塩害で処理になります。葉っぱも同じです。もしそういう葉っぱがある場合は全部塩害で処理という具合にします。じゃあ次にですね、この疫病を発生しにくくする場合どうすればいいのかというお話をします。疫病の原因はですね、何度も言いますけども、地面からの跳ね返りに菌がつくために疫病になると。いわゆるその跳ね返りの雨が
イチジクの葉、実に当たらないようにすれば疫病にはなりにくくなります。なので栽培する時に高く育てる、高くね、実がつく葉の位置を高くすること、いわゆる5、60センチ最低でもね取っていただくようにしていただければ疫病になりにくくなります。雨のね少ない地方のところの場合ですと、もっとね低く栽培しても問題ないというふうになってます。特に北陸はね雨が多いので、結構もう5、60センチで栽培している方っていうのが多いですね。で次に、雨が降ってもね跳ね返りしないようにすればいいわけですね。なので地面に敷きバラ等を引いて雨の跳ね返りを少なくするということでも同じく防ぐことができます。でもう一つ、これはですね風通しを良くしておくということになります。結局跳ね返りがあっても早く乾燥するような状態であれば疫病っていうのは発生しにくくなります。これはね、すみません、芽かき、そして剪定の時にですね日当たり風通しを考えてしましょうというお話をさせていただいているので、皆さんね、その辺はできているかと思います。それと排水ですね。排水、露地の場合は排水がしっかりしていないとやはり疫病は発生しやすくなります。雨が降るのも仕方ないんですよ。その後に素早く地面から水がスッと抜けて早く乾くような状態になると疫病になりにくくなります。次にですね、どうしてもですね今まで言った内容を施していてもですね疫病っていうのはどうしても発生します。そこで利用するのが農薬になります。私の場合も疫病対策のために農薬を利用しております。今回ですね疫病にですね効く農薬の方も紹介させていただきます。合わせてですね、これは殺菌剤になりますので F コードですね、 F コードの方も同時にお伝えをさせていただきます。それともう一つですね、回数制限っていうのもありますので、その回数制限もお知らせしておきます。まず一つ目ですね、 Z ボルド、コサイドボルドになります。こちらは銅剤になります。2つとも銅剤の農薬になりますので、そのまま利用するのではなくて基本的に石灰成分、うちの場合ですとクレフノンと呼ばれるものになるんですけども、そちらを混ぜてまきます。なぜ混ぜるのって言いますと、銅剤は薬害が出やすくなりますので、メーカーの方もちゃんとですね石灰成分を混ぜてまいてくださいというふうに推奨されております。こちらの F コードは M-01 で、利用できる実は回数制限はこちらの Z ボルド、コサイドボルドにはございません。何回巻いてもいいよっていう感じだと思うんですけど、うちの場合は多くてもシーズン2 2回までですね。次にですね、アミスター10フロアブルです。こちらのですね F コードは11になります。利用回数制限は3回までで、収穫時の場合も収穫前日に利用しても大丈夫というふうになっております。ただしアミスター10フロアブルもですね薬害が出やすいというふうになっておりまして、基本的に気温が高くなるような時間にはやらないでくださいというふうになっております。なので利用する場合は朝方の涼しい時間帯、朝の例えば5時6時ぐらいから巻くような状態ですね。もしくは夕方ですね、涼しくなっていくような時間帯で巻くということをお勧めします。次にですね、レーバスフロアブルですね。これが一番効いてるというふうに思いますね、使ってて。でこちらの F コードは40番、これもシーズン中3回で収穫前日まで OK ということで、こちらをですね梅雨前ですね、本当に梅雨の合間もそうですけど梅雨前に私も利用してます。これが非常にですね雨に強い、流れにくいって言えばいいんですか、そういう農薬になってます。で基本的にどの農薬もそうなんですけども、効果的にね、もし雨が降らないとしてもだいたい長くて2週間程度、効力があると、いわゆるコーティングされているというふうに思っていただければ OK だそうです。で雨が多いとね、その2週間が10日であり、もっとひどいと、1週間ぐらいしか持たないよというふうに言われています。で特にレーバスはそのコーティングが強いって言えばいいんですか、非常にですねこの長雨にも強いというふうに言われています。で今ですねイチジクに対する効く農薬のお話しさせていただきましたけど、実は一番効くお薬は、太陽です。お天道様です。結局乾燥している場合は疫病っていうのは発生しません。なのでイチジク農家でですねハウス栽培されているところあるじゃないですか。うちも雨よけになりますけども、収穫時期だけ雨よけハウス、雨よけにしてですね雨が当たらないようなしている畑、3あるそうなんですけども、あちらの畑の場合はもう疫病発生しないです。去年1年間やりましたけども、疫病の発生は0個でした。
本当にですね、地面に近い実もあったんですけども、本当に雨が当たらないので一切疫病が発生しないと。それだけね、やはり雨の影響で疫病が発生しやすくなるというふうになっております。鉢植えプランターでですね、栽培されていて移動ができる、いつでも移動ができるというのであれば、雨が降った時、雨が降るっていうのは分かっていれば、雨が当たらないような場所に移動する。あとはこう屋根がつけれる、アーケードじゃないんですけども、もしそのアーケードのような形で、こう日差しが出したりこう閉じたりできるような環境であるのであれば、雨の時は当たらないような状態にしていただければ、疫病っていうのはすごくですね、発生しにくくなりますので、おすすめになります。今回はイチジクの病気、疫病についてお話をさせていただきました。ちょうどね、この時期、梅雨時期になりますと発生しやすくなりますので、皆さんご注意ください。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。